皆さん、こんにちは。私はアメリカのカリフォルニアのロサンゼルスに住んでます。で、今回は初めて撮るんで、すごい緊張もしてるし、なのでちょっと顔も映してないんですけど、でちゃんとうまく伝えれるかわからないんですけど、その日本の、今行われてるすごい話題になってる福原愛さんの件で、どうしてもお伝えしたいことがあって撮ってます。で、アメリカ、もし彼女がやってることに対する私の意見と、あとそれがアメリカで起きた場合にどういうふうに対処されるかってことを説明したいんですけど、あとアメリカの親権事情とかを説明したいんですけれども、やっぱりこの親権問題ってすごくストレスがかかるし、大変な問題だと思うんですね。なので、これから国際結婚してみたいとか、あとは、今現在国際結婚されて、お子さんがこれから生まれる方とか、離婚調停されてる人とか、親権問題、これからある人とか、現在戦ってる人、そういう方にもちょっとでもアドバイスとか参考になったらいいなと思って撮ってます。で、福原愛さんのまず件なんですけど、これはすごい有名なので、多分もう皆さん知ってると思うんですけれども、ちょっと短く簡潔に要約させてもらうと、福原愛さんが台湾人の、旦那さんとご結婚されて、それでお子さんが2人生まれて、で、台湾でずっと生活されてて、それである日、福原さんが日本に行って、で、新しい恋人だったのかな、その時わかんないですけど、なんか男性との、不倫報道みたいなスクープとかもされてましたけど、かなり長期で日本に滞在されてて、でそのまま離婚して、戻らないで、戻らないまま離婚されて、それである日、お子さんに会いたくなって台湾に行って、で、子供を1ヶ月っていう約束で、その旦那さん、多分会わせたくなかったと思うんですよ。だって、実質育児放棄して一人で行っちゃって、しかもお母さんまで置いて行っちゃって、で、戻ってきて都合よく子供に会いたいって言って、でも、その旦那さんは、やっぱり、ね、優しいですよね。合わせて。で、なんか、彼も合わせないといけない義務もあるし、優しさっていうのもあると思うんですけど、合わせなかった場合、例えば福原愛さんみたいな性格の人って裁判所に行って私合わせてもらえてないんですみたいなこと言うと思うんですね。でそうすると、やっぱりそれってすごく、その旦那さんが意地悪してるみたいになって、また不利になって親権を取られちゃうケースっていうのもあるんですね。ちょっと後でそれが、説明させてもらおうと思うんですけど、なのでそういうことが起きて、で、それで1ヶ月ぐらいでおばあちゃんたちに会わせたいし、みたいな感じで返すこと、日本に帰ること OK したら、そのまま音信不通になって、逃亡したみたいな、そういうケースなんですけど、で、まずこれが、一番日本で誤解、日本っていうか、一番誤解されてるのが、なんか共同親権だから共同親権だからみたいな感じで、結構その共同親権が日本にないから、すごい今なんかホットな話題みたいな感じで、それに対するすごい、なんていうんですか、ネガティブなコメントとかいっぱい見たんですけど、これは単独親権のケースになるんですね。夫が持ってる単独親権のケース。なんでかっていうと、この離婚した時に、いろいろ財産のことを全部決めないと離婚できないし、子供がいたら子供の親権決めないと離婚は成立しないんですけど、でその時に2人で、共同親権にしようと決めたと思うんですね。でそれを裁判所に提出して受理された。だから、その時時点で共同親権って決まったんだけど、その紙で出すだけじゃなくて、実際に共同で育ててないといけないんですね。もちろん。なので、福原さんが離婚した瞬間から、っていうかもう離婚した時に台湾に住んで、お子さんを半分、例えば1ヶ月の約半分の、時間ですね。なので、連続でとかじゃないんだけど、例えば1週間にしたら、いろいろあるんですね。例えば、2日やって、2日やって、何日やって、またその週末交代してとか、いろんなスケジューリングがあるんだけど、もう本当実質半分の時間余裕しないといけない。それでこそ共同親権っていう感じなので、これを裁判所に持っていくと、実際、子供はどこに居住してたか、で、誰が育ててたかってなると、離婚した時点からその後もずっと、その福原さんが日本に帰ってくる、日本じゃないや、台湾に帰って、連れ去りに来た瞬間までずっと、旦那さんが一人で育ててたので、これはじゃあ単独親権のケースで、旦那さんが、奥さんが面会で、連れ去ったっていうことになるんですね。まずそこが、だから誤解で、もうこれ単独親権。で、しかもなんかその共同親権だと、なんかその日本でいう看護権とかが、大変じゃないなんとかとかいう意見もいっぱい見たんですけど、まずアメリカでは、親権というのが2つあって、それが1つがフィジカルカステディ。これは、住む権利ですね。で、なので、これ2人で、共同親権だったらジョイントフィジカルカステディ。
で、もう一個が、legal custody。これが、いろんなものの決定権なので、例えばどの宗教に入れるとか、どの学校に通わせるとか、いろんな決定権。これも、ジョイントで持つことができます。ジョイントリーガルカステディ。なので、フィジカル持ってる、ジョイントでフィジカル、共同親権を持ってる人はみんな共同看護権も持ってる。ジョイントフィジカル and legal custody ってことになります。で、単独親権の人でも、リーガルカステディっていうのは基本的に子供に対する決定権で、別に一緒に住んでなくても決定権はジョイントでほぼ全員持ってます。てか、そのジョイントで持ってないっていうのは本当に今やばい人っていうか、例えばもう麻薬中毒とか、本当になんかもう、精神疾患を持ってて、なんていうんですか、本当にちゃんとマインドがしてない。だからいろんなことを決定することができないような大人は持てないんですけれども、基本的にはもうどんな人間でも普通の人だったら、例えば、単独親権、ソーカステリーって言うんですけど、お母さんでもお父さんでも、どっちでも単独持ってたら、ソーフィジカルカステリーで、ジョイントリーガルカステリーっていうのが普通になりますね。なので、それはどっちでも持つのが普通だっていうことと、あと州によっていろいろルールが違うんですね。ルールっていうか、例えば、カリフォルニアの場合、ものすごいリベラルな州で、もうマリファナも合法だし、同性婚も合法だし、なんていうんですか。すごい何でも、早い、取り入れるのが早いですね。なので、カステリーの問題に関しては、両親で座ってましょうっていうことをすごく推奨している州なんですね。で、それは長年の研究者、研究の人たちがもう、リサーチして、やっぱり、児童心理学とかで、両親が、子育てに関わったのと片親で座った方だと、やっぱ精神が安定したり、ポジティブアウトカム、ポジティブな結果が出るということが証明されているので、できるだけ両親で座ってましょうということをすごく推奨しています。なので、基本的には、お父さんなりお母さんなりが拒否しない限り、ジョイントで取れます。だけど、例えば、単独の持ってる人っていうのは、例えばお父さんなりお母さんなりが、私は週の半分見れないから、例えば仕事で出張が多くてとか、もう30%ぐらいしか見れないから、だったら単独親権はあなたにあげるみたいな感じで、自らあげるっていうことをしない限り、あとは例えばその麻薬中毒者とか、児童虐待とかがあったらもちろん取れないけど、それ以外のケースではみんなジョイントで取れます。で、例えば、ブラッド・ピットのケース、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーのケースがあるんですけど、あれっていうのは最初は単独親権、ジョリーの単独親権でお父さんのビジテーションだったんですね。で、なんでかっていうと、アンジェリーナ・ジョリーがお父さんブラッドの虐待の疑いがあって、それに対して裁判も起こしてたから、じゃあそういう疑いがあるならまずアンジェリーナにあげて、テンポラリーで。で、やってみましょうってことで、ブラッドが会える時間っていうのがあったんだけど、アンジェリーナ・ジョリーがそれを無視し続けて、ブラッドに会わせなかったんですね。なので違反したんですね。それで裁判官が怒って、次にあなたがそのブラッドの父親として会う権利を、邪魔するんだったら、もう完全に親権をブラッドに移しますって言ったんですね。で、発表してから、アンジェリーナは言うこと聞くようになったんですよ。で、なので、例えば今回のケースも、コウさんがもし合わせなかったら、台湾はどれくらい厳しいかわかんないけど、親権持ってる親がもう片方に合わせないってことをすると、またそれもややこしくなって、不利に動く可能性というか、親権を逆に奪われちゃう可能性もあるので、そうですね。で、例えばアメリカでよくあるケースが、チャイルドサポートなので、日本語で何て言うんでしたっけ？チャイルドサポート。養育費を、払わなかったり滞納するってケースがよくあって、で、滞納してるから、そのビジテーションさせないみたいな、合わせないみたいに嫌がらせをしちゃうみたいな、あるんだけど、それっていうのはもう完璧に別にして考えなきゃいけなくって、くれてないから、合わせませんみたいなことは絶対しちゃいけないみたいな、しちゃいけないし、それは通らないんですね。なので、それはそれで別に、例えばアメリカの場合ってめっちゃ養育費が、回収が厳しくて、そもそも養育費を回収してくれる、ちゃんとした期間があるんですね。で、その期間に申請して、給料から転引きとかになるんですけど、例えば仕事辞めちゃってそのまま引き継がれなかったとか、何らかの理由で、滞納とか、が続くと、例えば、免許証をサスペンド、免許証取られたり、で、アメリカで免許証取られても足取られちゃうみたいなもんだから、本当に困るじゃないですか。で、生活ができない。あと、パスポート没収して国外に逃げちゃいけないからとか、あと、最終的にそれでも払わなかったりとかしたら、あと、確定申告とかそういうので税金で勝手に自動引き落とし、もし還付金とかがあったら全部勝手に取られて、養育費の滞納分を取られたりとか、あと利子付きで。
で、もしそれでも、ダメっていう場合は最終的に逮捕っていうのがあります、アメリカでは。なので、それはそれでこっちで対応するから、だからといって合わせないっていうのはダメですみたいな感じで、裁判所がそういうふうにやってます。で、これと対比して考えられるのが、アンジェリーナ・ジョリーとブラピの件、トム・クルーズとケイリー。の県なんだけど、州によってさっき違うって言ったんですけど、意外かもしれないですけど、なんか、ニューヨークってすごい保守的なんですね。で、ニューヨークはすごい保守的な州で、単独親権がまだまだいっぱい発行されて、取りやすい、カリフォルニアみたいに共同親権を推奨してる、わけじゃない州なんですね。なので、トム・クルーズの場合は、ご夫妻の場合は、家がニューヨークにもあったし、カリフォルニアにもあって、行き来してたから、どっちで、住んでるところで裁判しなきゃいけないんだけど、どっちで出してもよかったんだけど、ケイリーがニューヨークで出して、で、彼女は単独親権を、勝ち取りました。はい。なので、そうですね。で、福原さんがやったことが、アメリカでやったら、じゃあどうなるかっていうのを見ると、まず、ビジテーションで会いました。で、そのまま日本に連れて帰りました。で、予定の時に連れて帰ってこなかったっていうことになると、アメリカだと日本で地震速報でなんか携帯でブルブルとかアラートが鳴ると思うんだけど、それでなんかアメリカの場合子供を連れ去った場合、そういう事件が起きたら、その周辺の人にブルブルってすごいなんか携帯が鳴って、ものすごい音で鳴るんですね。日本の地震速報みたいな。それがなんか Amber Alert って言って、まあ多分アンバーっていう女の子が誘拐されたことで、そういう名前がついたと思うんですけど、Amber Alert っていうのが発令されます。で、それ見ると、例えばなんか、車の車種、なんか White Toyota Camry でナンバープレートとかも書いてあって、で、なんか Hispanic でこれぐらいの身長で何でっていう人を見たら、こういうサスペクトを見たら、容疑者見たら、連絡くださいみたいなのが、だからもう本当会社とかに言うとみんな携帯持ってるんで、ブラーブラーみたいな感じでなるんですね。で、まずそれが福原愛がやったら、まあ、そうですね。それが発令されて、アメリカにいて、それでやったら。そう、それで、その後に、まあ、基本的にはもうアメリカだったら逮捕される可能性が高いですね。はい。それ連れ去ると。で、もちろん親権も完全に失う。で失った後に、じゃあ子供に会えるかっていうと、もう本当に、裁判所が、まずは supervised visitation って言って、それは何かっていうと、裁判所が認定した第三者を立ち会いのもと合わせてあげるみたいな。で、なんか、この立ち会いの人っていうのが、例えばなんか、福原さんのお母さんだったり、コウさんのお母さんだったり、知り合いとか友人とかでもいいんだけど、例えば変なことしないように、連れ去らないように、あとは、まあ、連れ去りの場合もスーパーバイザーだし、親がちょっと暴力的とか、口の暴力でも、そういうちょっと凶暴な毛があるとかだったら、まず安全になるまでにスーパーバイズビジテーションから始めましょうとか、あと例えば麻薬中毒とか、アル中とかでリハビリ施設から出て立ち直ったって言われる人も、いきなり子供に合わせるんじゃなくて、スーパーバイザー第三者を立ち入れて、で、徐々に、ちゃんとそれができたら、スーパーバイザー外してみたいな、で、時間も増やしていくみたいな感じでやったりするんですけど、そう。なので、まあちょっと話戻っちゃうんだけど、そう、さっきのブラピも、最初はスーパーバイズビジテーションみたいな感じだったと思うんですね。で、まあ徐々に裁判で彼の、虐待がないってことが証明されたら、時間を増やすとか。そう、なので、アメリカもカリフォルニアがさっきジョイントが多いっていう、まあジョイントを取りたければ取れるって言ったんですけど、子供の年齢によっても、例えば離婚して赤ちゃんが3ヶ月とか、もしくはもう本当生まれる前に別れちゃいましたとかいうカップルもいると思うんですけど、そういう場合っていうのはやっぱりお母さんが母乳してたりとか、お母さんがケアするのが、ベストな、まだ年齢なので、ベジテーションっていう感じで、いきなりジョイントじゃなくて50%お父さんが見れない確率が高いから、例えば1歳とか2歳になるまではお泊まりもできないとか、で、徐々に最初ソーカステリーで、なんかマザーがソーカステリー持って、時間をちょっとずつ増やして、適正な年齢になったらジョイントにしましょうとか、そういうのから始まることもあります。はい。で、そのスーパーバイズベジテーション、ごめんなさいね、話が前後しちゃって。スーパーバイズベジテーションが、知り合いとかで OK な場合と、でもやっぱり悪質だったり、知り合いがいないとか、知り合いが信用できないとかいうのが、適正な人がいないとかだと、スーパーバイズビジテーションをやることを仕事にしてる人っていうのがいて、もう本当立ち会う、そこに立つだけで見てる、連れ去られないかとか、ちゃんとっていうので、でも時給で例えば福原さんの場合だったら、福原さんが払わないといけない。
それから時給結構高かったと思います。100ドルとか、わかんないけど、80ドルとか、結構な金額払って、なので、例えば1週間に2回、2時間とか合わせてもいいよって言われたら、2時間スーパーバイザーのそういう人を雇って、立ち会いのもと会うみたいな。で、それで徐々に彼女がルールを守って OK だったら時間を増やしていくみたいな感じになるんじゃないかなと、アメリカだったら。で、かつ、もし彼女がじゃあ夏の間に日本に連れて帰りたいとかいうことを言ったら、まず、連れ去ったっていう前例があるので、裁判所が許可しないと思うんですね。で、それが、でも、例えば2年、3年経って彼女がちゃんと従順に決められたルールにのっとって、お子さんと、元旦那との約束を破らないで、できたとしたら裁判所が何年か後に認めることはあるんですけど、それは条件付きで認めると思います。で、その条件っていうのが、Child Travel Bond っていうのがあって、これは何かっていうと、その旅行で国外から出したい親が、ボンド、なんかお金を、結構な金額、経済制裁っていう意味でもあるので、結構な金額預けなきゃいけないんですね、銀行に。で、それが例えば、福原愛さんの年収わかんないですけど、彼女の場合だったら3000万とか、一般の人とかでも、給料とかによってもあるけど、例えば1000万とか、そういうのを銀行に預けて、で、彼女が例えば1ヶ月後に返しますって言ったら、帰ってきたら OK なんだけど、もしそのまま連れ去って帰ってこなかったとしたら、そのお金が元旦那の元物になって、その中から子供を返すためのいろいろなんかしなきゃいけないですよね。日本で弁護士雇ったりとか、そういうお金に使ってくださいっていう、子供を取り戻すためのお金に使っていいですよっていう。なので、やっぱある程度のお金なので、それも失いたくないから、もう本当に人質っていうか、そういうお金、そういう感じで、条件付きで返すことをアメリカの裁判所だったら言うんじゃないかなと思います。で、これ、ハーグ条約って今言われてると思うんですけど、国際、そういう親権で、拉致とかがあった場合にお互い協力しますみたいな、そういう協定に日本も加盟したんですけど、何年か前に。2014年だったかな、16年かな、ちょっとわかんないですけど、でも日本も入ってて、そう、なので、そのハーグ条約のって16歳までなので、まあ、子供が大きくなっていったら自分の意思もあるし、なんて言うんだろう、徐々に、そこまで縛られることはないと思うんですけど、でも、それまでは、かなりアメリカでは、厳しいっていうか、福原愛さんのケースだったら厳しいし、そう。で、今回、私がどうしても、アメリカだったらこういう感じですよっていうのも紹介したかったし、あと福原さんがしたことがどれだけ、悪いかっていうか、迷惑っていうか、本当に人としてありえないことだと思うんですね。で、私住んでるのカリフォルニアなんですけど、アメリカの LA、カリフォルニア、ロサンゼルスは本当に日本人の人が多いんですね。で、国際結婚されてる人が多くて。で、私すっごくいっぱい、シングルマザーになった人に会ってきてて、私自身もシングルマザーなんですけど、で、会った中で、やっぱり日本に帰れないことですごく、悩んでる人とか、いっぱい見てきたんです。で、それはやっぱり別れるっていうことは、お互い契約というかうまくいってないから別れるんであって、子供がいるとやっぱりほぼほぼみんな旦那さんって日本に帰すことを嫌がるんですね。もちろん日本に引っ越すってことはもう無理で、ほぼほぼ99%とか、引っ越すってことに合意する人っていうのはいないと思うんですけど、任意的に。だけど、夏休み一時帰国しておばあちゃんに会わせたいとか、日本で体験入学させたいとか、そういう人いっぱいいるんですけど、それも OK しない人がいっぱい、ほぼ、もう OK しない人の方が多いですね。で、その場合って、OK しないで連れてっちゃったらダメなんで、こっち本当に罰がさっきみたいに多いので、やっぱり正しいルートは裁判すること。で、正当な理由があったら裁判所は認めるんですけど、やっぱり日本人にとって、ここでそういう裁判するのって、なんかすごいハードルが高いみたいで、やっぱり、言葉の壁とか、なんか裁判ってビビっちゃってやらない人とかもいっぱいいて、なので、本当にそれで帰れなくてストレスに感じてる人とかいっぱい見てきたんですね。泣き寝入りっていうか。でもやっぱそれはルールを守ってるからやらないわけであって、そう。で、あとは、日本にいるご両親が、もう病気で孫にも会わせたいし、心配だから帰りたいけど帰れない。もう十何年帰れないとか、本当にそれで鬱になった人とか、私いっぱい見てきてるんですね。で、福原愛さんのしたことって、彼女のケースは、台湾と日本ではあるけれども、やっぱり、日本人女性として、こういうね、堂々と有名な知名度のある人が、法律を破ることがこんだけ報道されて、もう、
これが報道されると、やっぱり今後、今戦ってる人、親権問題で、もしくは今後戦う予定のある人に、ものすごい悪影響を与えると思うんですね。やっぱり、その反対してる日本帰国を反対してる側の弁護士っていうのは、判例として紹介するし、例えば2022年はこれだけの子供が日本から戻ってきてませんとか、あと最近であったケースでは、この著名人が連れ去ったのですごく報道されてましたとか、そういうことを言ってくるんですよ。そうするとやっぱり裁判官の印象も悪いし、日本が危険な国だっていうふうに認定されちゃうと、やっぱり許可も出しづらくなったりして、すごく迷惑被るんですね。なので何もしてない、人で今後日本に一時的に帰りたいっていう人たちに対してもすごく悪影響を与える、彼女のやってることっていうのを与えてるし、あとはすごく身勝手だし、その旦那さん、再会させてくれたお子さんと再会させることを、日本に帰ることを合意してくれた旦那さんとか、あとその長女の兄弟で引き離されてるじゃないですか。あれだって子供からしたらすごくいい迷惑で、福原さんの新しい彼氏と彼女多分同棲してるみたいなニュース見たんで、その知らない男の人のところにいきなりずっと家にいなかったお母さんが突然来てみたいな感じで、子供に与えるそのマイナスの影響もすごくあると思うんですね。で、子供も生まれ育ったのが台湾だから、いきなりお母さんの都合で日本に行っても日本語も喋れるのかも定かじゃないし、多分家の環境がマンダリンとかなのかな、台湾ニーズだったと思うので、なので、本当に私は視聴者っていうか、同じ女性としてものすごく恥ずかしいし、日本人女性として彼女のした行為が、そうで、すごい子供に対しても夫に対してもひどいし、今後、親権問題、国際結婚とかで親権問題を抱える、男女に対してすごく悪影響を与えたなって思って、ものすごく怒りを感じて、伝えたいなと思いました。で、すいません。なんか最後に、せっかくだから、その英語でちょっとでも単語とか、こういうことを話した時に使う用語とかを覚えてもらえたら、それは、それですごいプラスなのかなと思って。なので最後に、このことに対する私の感想を英語で言いたいのと、あと、これに関連して覚えておいたらいいかもっていう単語を、ちょっと書こうと思います。Okay, so when I think of this custody battle, like I really think what I did to her husband and her child is like unforgiven. Like you can't forgive what she did because I heard that the brother is only like 3 years old, and that's really little. And if you were born in Taiwan and raised until 3, and the dad was raising the child for until then, and I was like not in the picture. Like she left because she wanted to meet this guy in Japan, and then she was like absent for, I don't know, maybe like about close to like a year or something. And then suddenly she pops up and she's like, okay, like I'm your mom, I'm gonna take you. And then she brings the kid. Well, she separates them from the dad and the sister, brings the little boy to Japan. I don't even know if he can speak Japanese, and then forced to live with the mom's new boyfriend. And I mean, I just feel sorry for this boy, right? And then I really think what I did to her kid, not only the little boy, but the sister, and also, of course, her husband, and of course, her mother, because like she left the mom so that like her husband back then had to like take care. I just think it's like really messed up. And, I just really think this is going to like have like a really bad image of like Japanese women. Like, I really think so, because it's like, she's a celebrity. She like, if someone did something like this, like it is going to represent, the country. Like I always think like I live in California, and if I do something, stupid or whatever, like I just feel like I kind of represent Japan. So I don't want to do anything that's going to, like stain the image of Japanese women. And I'm really careful. I mean, I try to be careful at least. So I feel like, somebody as famous as her, if she does something really messed up like this, that is gonna like, I don't want this to like represent what Japanese women are. And she really did ruin, I mean, she really damaged not only her family, her own family, but like I said, like anyone who's currently going through like custody battles, who right now or in the future, like in the court,
they are going to say, oh, like, recently we had this case. There was this Japanese like celebrity who pretty much like, child abduction, went back to Japan, never came back. And so Japan is becoming like more and more, like they're having more and more of these cases, like, so I just really feel like I really hope that this does not have any like bad influence on any of the outcome that people, like if people, I mean, I'm sure there are people going through like these kind of custody battles right now, that her case doesn't have any bad influence on the outcome. I really hope so. And I'm going to put some wordsそうですね。ちょっと長くいっぱい話しちゃったごめんなさい。ですけど、例えば、betrayal は裏切りとか、あと今日学んだそのカスリ、親権で、揉めることはカスリバトルとか、で、ソロカスリ、単独親権、ジョインカスリは共同親権。で、看護権がlegal custody, so sole legal custody and joint legal custody。そうですね。あとは何かあるかな。そうそう、これはすごい使えるし、よくすごい使われるし、もし知らなかったら覚えてもらいたいなと思うんですけど、wrong on so many levels. So what she did this time was wrong on so many levels. って言ったら、wrong on so many levels っていうのは、ありとあらゆるレベルで、間違ってたみたいな。なのでもう本当に、すごい、悪かったっていう、その悪いの、深さっていうか、ものすごく良くなかったみたいなことを強調する表現として、Oh my god, that was so wrong on so many levels とか。So, like in this case, like, what she did to, I mean, what she did, well, I don't want to say only to her husband because, like I said, it was not to her own family, but like to everyone in the world pretty much who's going through custody battles and stuff. And it's very inhuman. Inhuman っていうのは、もう人間的じゃない。だからもう人道的じゃないみたいな感じで、ですね。なので、yeah, like I think what I did this time was wrong on so many levels. Yeah. Like this child abduction and not like I don't want to say like abduction. Well, it's like not just abduction, right? So she just like didn't let the child talk to the dad. Like she just cut ties, もう本当に身勝手は selfish. So very, very selfish. Yeah. So wrong on so many levels. 使えるので覚えてください。それでは、OK、長くなってしまいましたけど、もしここまで見てくれた人がいたら、Thank you so much, and I'm looking forward to seeing you next time on my next video. Thank you. Bye bye.